やっぱりいっぱいいるみたい。こんにちは。ではバスに乗り込んでいきます。私の席は33番。あ、こんな感じなんですね。シートビッチはまあ、でもやっぱ狭いか。アフリカのバスはもうこんなもんなんですね。LCC レベルです。7時36分に出発しました。9時51分、1回目の休憩になりました。トイレ無料だと思ったら2クワチャ取られました。まあいいや。休憩所というよりバスターミナルなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、休憩は5分ぐらいですぐに出発しました。10時53分、また休憩になりましたね。てかね、トイレはね別にさっきしたからいいんだけど、車内が寒すぎるから毎回外に出たくなる。そこにいる青のスカートのおばちゃんからこれを買いました。これ30クワチャ、安くていいね。11時3分に出発しました。じゃあこれ食おうと思います。12時44分、モンゼというデカめの街で3回目の休憩ですね。3回目の休憩場所のこのモンゼっていう場所は、この辺でフルーツも売ってれば飯が買えそうなとこもありますね。さっきみたいに、私が買ったみたいに食べ物を売ってるおばちゃんお姉さんとかもいるんですけど、このモンゼという街は、店舗も結構あるみたいです。12時58分、また出発です。はい、ルサカのバスターミナル着きました。所要時間7時間って聞いてたんですけど、着いたのが夕方4時47分、9時間超えですね。いや、きつい。ルサカのバスターミナル、噂通りなかなかのカオスです。ここから、予約してるホテルまで歩いていこうと思います。なんか久しぶりにアフリカに来たって感じだね。もうすごいことになってます。ここから歩いて18分ぐらいホテルまでかかりますが、頑張って歩こうと思います。荷物が重い。はい、予約してるホテル着きました。アンゴラのルワンダに続いてまたプロテアホテル、マリオット系列のホテルになります。はい、ということでチェックインしました。大きいベッドが1台ですね。で、セーフティーボックスがあって、あとはクローゼットって感じですね。で、あとこちらに冷蔵庫があって、デスクもあります。水はでっかいボトルが2本ですね。で、テレビとエアコンもありと。で、あと、水回りですね。新しい感じじゃないけど、普通に綺麗です。ティッシュがあるのはありがたい。で、ここにソープ、ボディーローション、シャワーキャップとサニタリーバッグ。で、これが、シャンプー、コンディショニングシャンプー&ボディーウォッシュ。全部体はこれで洗いということですね。こんな感じです。Wi-Fi はかなり早いですね。これは助かります。このテレビ、アマプラとかネットフリックスとか YouTube も見れるみたいですね。素晴らしい。はい、こちらですね、プロテアホテルルサカカイロロードっていうのが正式名称になります。お前ごときがまた何マリオット系列泊まってんだよって感じかもしれないんですけど、安かったんですよ。トリップ.com で予約して2泊朝食付きで 19,914 円ということで、1泊朝食付きで1万円切ったんですよね。なのでこんだけ安ければいいやって感じでここにしました。ではですね、近くにまたショップライトっていうスーパーがあるので、そこで飲み物類を調達しようと思います。で、ホテルの目の前はこういう広い目抜き通りになってます。で、なので人々も車の往来も多いですね。はい、歩いて 3,4 分ぐらいで着きました。ショップライトですね。ちょっと買い物します。はい、今買い物終わりました。クレカ払い OK です。中はリビングストーンのショップライトと、ほぼほぼ一緒ですね。奥の方にはベーカリーもあったりとか、お惣菜作ってるところとかもありましたね。もし気になる方は前回のリビングストーン編を見てください。ショップライトの中ちょっと撮影してます。ではホテルへ戻ります。はい、ホテルへ戻ってきました。で、買ったものが、大きいフルーツジュースとか、お菓子とか、これ合計で 96.97 クワチャでした。はい、夜7時5分になりました。ディナー、夕飯食いに行きます。今日はもうおそらくクレカ使えるでしょうから、このホテルのレストランで食べたいと思います。
メニューですが、まあいろいろありますね。まあ何か適当に選ぼうと思います。注文したのがですね、グリルドハケ。ハケっていうのはタラの仲間の魚ですね。そちらを頼みました。で、あとビールなんですけど、ザンビアのビールモシがあったんですけど、ちょっとモシこの前飲んだ時あんま好きじゃなかったんで、久々にハイネケンいっちゃいます。ということでハイネケンいただきます。はい、30分以上待ちましたが来ました。これがハケってやつですね。で、ほうれん草かな。で、グリル野菜とポテトフライって感じです。いただきます。ではハケというものいただきます。タラよりは身が締まってる気がする。で、結構味がなんていうんですかね、ちゃんと風味があるというか、なかなか美味しいですね。ごちそうさまです。お会計320クワチャーでした。はい、部屋に戻ってきました。今日はもうあと洗濯して寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。6月27日です。このホテルの朝食をいただきます。ビュッフェですね。パンとかいろいろありますね。これ卵コーナーかな。で、ホットミールもいくつかあります。はい、ということで朝食こんな感じになりました。てか暗いな。いただきます。はい。改めておはようございます。6月27日金曜日朝8時8分になります。今日は1日ホテルにこもって動画編集作業をしようと思います。その進捗具合によってルサカの観光もするかもしれないです。ではまた。時間は昼の1時36分になりました。もう正直今日は1日もうずっとホテルこもって動画編集作業しようと思ったんですけど、ちょっとさすがに出かけようかなと思います。って言ってもいろいろ観光地調べたらそんなに興味惹かれるとこ少なかったので、まあちょろっとになっちゃうかもしれないんですけど、今から出かけようと思います。で、ここルサカでは配車アプリヤンゴが使えるみたいなんで、ヤンゴを呼ぼうと思います。ヤンゴですぐマッチングしたドライバーさんが近くにいたんで、自分から車のとこ行って乗り込みました。はい、目的地に着きました。97クワチャでした。はい、それでやってきたのはですね、カブワタカルチャービレッジっていうところですね。ザンビアとかアフリカっぽいお土産を買える場所だそうです。結構観光客もいっぱいいますね。 Google マップの口コミが1000件超えてたんで、やっぱりいっぱいいるみたい。こんにちはということで噂通り確かにアフリカっぽいものが買えますね。で、今ちょっと日本語喋れるおっちゃんに声かけられたりしてフレンドリーな感じでいい感じです。アフリカってこういうなんていうの、木彫りの工芸品みたいなの多いですよね。こういうのは正直今長旅中の自分は購入するのは二の足を踏んでしまうんですが、なかなか面白いものが揃ってると思います。はい、ということでカブワタカルチャービレッジでした。今午後2時10分なんですけど、近くにハングリーライオンがあるっぽいので、ちょっとそこで軽めのランチします。この辺はカブワタという地区になるみたいですね。カブワタの街並みはこんな感じです。まあちょっと西アフリカ感が久々に出てきた感じがあるっちゃある。歩いて 5,6 分で着きました。ショップライトの横にハングリーライオンがありますね。こちらで腹を満たしたいと思います。パッと見た感じだとリビングストーンのハングリーライオンとメニューは一緒っぽいかな。はい、リビングストーンのハングリーライオンと全く同じもの頼みました。ビッグバイトフィーストってやつ、100クワチャですね。まともな YouTuber だったら、別のメニューを頼むと思うんですけど、すいません、私は食べたいもの食います。やっぱね、ハングリーライオンはポテトがうまい、本当うまい。そしてメインのチキンですね。窓ガラスが赤い窓ガラスの近くなんでちょっと変な色になってますけど、うまいうまい。感想はリビングストーンのハングリーライオンで食べた時と一緒ですね。ポテトは KFC より好きというか美味しいと思うけど、チキンはさすがに KFC に軍配が上がると思います。でも全然ありです。ごちそうさまでした。いや、窓際の席にいたらもう直射日光浴び続けて暑かった。外出た方が涼しいっていうよくわからない状態。腹ごしらえも済んだところで、またヤンゴで車呼んで次の目的地に向かうと思います。なんか歩いてたらこの道にこういう乗り合いバンみたいなのがいるんだよね。ちょっとこれ乗ってみようかな。ちょっと迷い中です。乗りましたここから多分10分ぐらいのところまで行きます。こんな感じでかなりの人数を詰め込んで乗ってます。ちなみに今私の列は4人いますね。横に4人います。今こんな感じですねドアが閉まってないもう絶対道路交通法違反
次の目的地の近くで降りることができました。乗車料金15クワッチャでした。安い、素晴らしい。やっぱ現地に来てみないと知らなかった乗り物っていうのかな、交通手段、そういうのを見つけて安く住んで移動できた時とかってめっちゃ楽しいっすよねで、こんなのあったんだ、こんな安く住むんだみたいなのが発見できたら楽しいっすよね。こちらの立派な建物は政府機関みたいですね。私が向かってるのはこの奥にナショナルミュージアムがあるみたいなので、そちらに向かっているところです。はい、そして着きました。ルサカナショナルミュージアムですね。で、ここにすごい筋骨隆々としたおっさんがいますね。バキに出てこれるレベルの筋肉をしてるかと思います。で、こちらのナショナルミュージアムはザンビアとかルサカの歴史とか生活について、パネルとか展示を見て学ぶことができる場所になっているそうです。建物入ったらこんな感じですね。チケット売り場はどこでしょう。あ、ここか。入場料117クワチャでしたね。で、これ外国人だけかもしんない、わかんないけど、クレカでも支払いするかもしんなかったけど、クレカ払いする端末がちょっとこれ動くかどうかわかんないんだよなみたいな感じで、もうしょうがないから現金払いました。入り口入ったら吹き抜けみたいになってて、広々とした大広間がありますね。ちなみに社会科見学かなんかで来ていると思われる子供たちでいっぱいです。このケネス・カウンダっていう人はザンビアの初代大統領だそうですね。その方の生い立ちなどがまず展示されてます。カルチャーってなってるけど、そしてプレジデントっていうところでファーストプレジデント・オブ・ザンビアということで、ケネス・カウンダさんの栄光の歴史ですね。そしてなんとリビングレジェンドと書かれてますね。初代大統領神格化しすぎじゃない？リビングレジェンドってもう武豊さんしか思い浮かばないんですけどね。はい、2階に上がってきましたが、こっちもすごい子供たちの数。なんかもう逆に俺が申し訳ないよね。社会科見学でいろいろ学びに来てるところを変なアジア人が来て申し訳ない。ここにメソッド・オブ・メイキング・ストーン・トゥールズとありますね。昔はこのようにして石でいろんなものを作っていたよと、そういうことでしょう。で、昔のザンビアではこういったものを作っていたんだよということですね。このヒストリーギャラリーザ・メイキング・オブ・ア・ネーションということで、この奥がすごい気になるんだけど通ることができない。子供たちにお願いしてちょっと後ろを通してもらいました。ここにあるようにこのザンビアでも奴隷貿易とかやってたんですね。ザンビアもそういった悲しい歴史もやっぱあるんですね。そしてこの辺はこのザンビアの昔の方々の生活をおそらく模しているんでしょうね。この人の人形がなかなかリアルな気がするな。結構精巧な作りしてますよね。この住居とか結構立派じゃないですか。なんかどっかの村行けば今でも使ってそうな、そんな立派な住居に見えますね。さっきから子供たちに絡まれてもうめちゃくちゃ可愛い笑顔で接してくれますね。国名を聞かれる前に名前を聞かれたりして私の名前を連呼されましたけど、めちゃくちゃ可愛いですね、ザンビアの子供たち。この辺は使われていた家財道具とか、そういったものが展示されてますね。ナショナルミュージアムは以上です。そして先ほどのナショナルミュージアムや政府機関の前に鎮座するのがこちらフリーダムスタチューになります。自由の像で、ここの説明書きにはフリーダムファイターズってありますね。繋がれた鎖をぶち壊して自由を得るぞみたいな、そんな感じの像ですね。このおじさんも筋骨隆々でバキに出てきてもおかしくないのかもしれないですね。それぐらいの男です。この辺って昨日リビングストンからのバスが到着したバスターミナルの近くなんですよね。なんでここからホテルまで歩いて多分25分とかそんぐらいなんで歩いて帰ります。事前にですねチェックしていた観光地は全て回りました。もちろん他にもあるんでしょうけど、これぐらいでいいかなっていう感じですね、ルサカは正直。ただ人々はねいい感じですよ。リビングストーンももちろん良かったし、ルサカも悪くないですね。結構バスターミナル付近はちょっとカオスだけど、いい人は多いと思います。こんな感じで道端はそんな綺麗とは言えない感じなんですよね。3時44分ホテルに戻ってきました。再び動画編集作業に励もうと思います。はい、今夜の8時半になりました。今日ハングリーライオンで食べた時間が、ランチとしては遅い時間だったっていうこともあって、そんなにお腹も減ってないので、今日は夜飯は
いいかなって思ってます。でプラスなんかなぜかこの辺のレストランって夜7時とかに閉まっちゃうんですよね早くない？このホテルのレストランは夜10時までなので、昨日はそれで食べたんですけども、なんでそんな早いんですかね。そんなお腹減ってないし、スーパーで買ったお菓子とかで適当に腹を満たして今日はそれでいいかなっていう感じです。ではできる限り動画編集作業してから寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日もこのホテルの朝食をいただきます。はい、改めておはようございます。6月28日土曜日朝10時25分になります。この後こちらプロテアホテルルサカカイロロードチェックアウトするので星5つ中ですね。4つでお願いします。正直マリオット系列のホテルとは思えないような小規模で設備も整ってないようなところではあるんですけど、その分安い。その辺は評価したいところですね。ただですね、5点にしなかった理由なんですけど、地域的にしょうがないのかもしれないんですけど、たまに電気が瞬間したりとか、あとチェックインの際に言われたんですけど、夜中の0時から朝5時までの間は停電というか電気とかエレベーター使えませんよみたいなこと言われたんですよね。地域的にしょうがないのかもしれないですけど、マリオット系列でそれですかって感じで Wi-Fi も使えなくなるので、夜そうなっちゃうっていうのはちょっと個人的にって感じではありました。その点込みで星4つって感じですね。それでこのホテル11時までにチェックアウトなので、その頃にチェックアウトして、空港へ向かいます。ちょっと久々なフライトですね。次行くところはですね、タンザニアのダルエスサラームというところになります。実はこのダルエスサラームは世界三大共和国都市の一つに挙げられていますね。私は最初にケニアのナイロビに行ったので、ナイロビが世界三大共和国都市の一つ目、今回ダルエスサラーム二つ目に行く形になります。でこのホテルからはですね、ヤンゴという配車アプリで行けそうなので、現金払いにはなっちゃうんですけど、ヤンゴで向かう予定です。15分ぐらいかかりましたが、ヤンゴで呼んだ車が来てくれました。空港へ向かいます。はい、ケネスカウンダ国際空港ですね。ルサカの空港に着きました。ヤンゴの料金207クワチャでした。結構ホテルの周りが渋滞してて50分ぐらいかかりましたね。ではチェックインしようと思います。しかしルサカの空港は大きくはないけどかなり綺麗で立派な建物ですね。こちらがルサカの空港の中ですね。いや超綺麗なんですけど、はい、制限エリア内に入ってきました。で結構規模の小さい空港なので、サクッと出国審査も荷物検査も終わりましたね。フライトは3時5分発、エアタンザニアという航空会社でダルエスサラームまで飛びます。ザンビアはなかなか過ごしやすかったかなと思います。リビングストーンはね、観光地だからっていうのもあるけど最高の居心地でしたね。ルサカはあんまり出歩いてないんであれなんですけど、あんまり治安は良くなさそうですね。この空港に来るまでのヤンゴの車でちょっと窓開けてたら携帯スマホを盗まれるから気をつけろってドライバーさんに言われたりとかしたので、あんまり治安は良くなさそうですね。ただ個人的には昼間なら、そんなに危険を感じなかったですね。でも気をつけた方がいいと思います。ただフレンドリーに話しかけてくれる人が多くて、個人的にはなかなか気に入りましたね。そんな街でした。ということで世界三大共和国都市のダルエスサラームへ向かうわけですが、ザンビア編は以上となります。面白かった、役に立ったとか思っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回タンザニア編でお会いしましょう。